畑谷芳恵さん、当時7歳。爆心地から約 1.3km 離れた横川町の自宅近くで被爆しました。空襲警報が一応解除になったんです。それで7時45分ぐらいにそれぞれ父は新聞社で、兄は学校で、私は8時10分原爆が落ちるちょっと前に幸恵ちゃんと申します。毎日行く時は誘っておりましたので、母が誘いに行きなさいって言って見送ってくれて、3軒ぐらい隣の幸恵ちゃんのところに行きました。で、私は玄関の前で目に光が入ったんです。その光が入った途端にもう爆風で気を失ってますから、どこにどう飛ばされたかは分かりませんけれども、幸恵ちゃんと一緒に同じところに飛ばされたんです。その当時はみんな床下が防空壕のようになっていましたから、で2人ともそこに飛ばされていました。だから道路より下の方ですね。でそこに飛ばされていて、しばらくは2人とも何にもわからないまま、気絶のままいたんですけれども、少しずつ耳にざわ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 「助けて助けて」って声が聞こえてきたんです。それで幸恵ちゃんが「よしちゃん」って声をかけてくれたので「はい」って言ったかうんって言ったかわからないんですけれども、ここはどこかねって、鉄の針ってご存知ですか、三角状に。そして少し目が慣れてきまして、見ましたらね、そこに幸恵ちゃんがぽっかりはまってるんです。それで声を出そうって、助けてもらおうって彼女が言ってくれたんですね。だから2人で最初は大きな声で「助けて助けて」と言っておりましたけれども、幸恵ちゃんの声はその鉄の針にぽっかりはまってるから、多分胸を押さえられた、わからないんですけれどね。幸恵ちゃん前に行ってよって言って押すんだけど動かない。で待って、私じゃあ隣から入って前に行ってみるからって言ったら、彼女は「来ないで、入らないで、もういいよしえちゃん逃げて、とにかくねあなたは逃げて」って言ってくれたんです。でも大事なやっぱお友達ですから、私もなんとかしなければと思っていましたけれども、お尻を押してもね動かないんですよ。全然動かない。だからどうしたらいいかわからないけど、じゃあ前からでもと思うからそう言ったんだけども、入ってくるんじゃないって何度も言ってくれましたので、それで私も分かったって。そしたら母親が声を聞きつけて「どこにいる?」って「ここにいるよ」って私も叫んだんですね。で母は燃えてる中地上にいるんです。で私と幸恵ちゃんは地下にそしているんですね。で母が声を頼りに探しに来てくれってで「上がっておいで」って言いますけれど、
届きません、地上まで。私も小学校2年生の頃はまだまだ小さいですからね。だからどんなにしても手が届かないんです。で母が私ゆきえちゃんがいるのよって何度も叫ぶんですけどね、ちょっと待ってなさいって言ってどこからかはしごを持ってきてくれたんです。で今下ろすよって。でも周りもいっぱいいっぱい家が倒れてるから母も困ったと思うんですけれど、もう手で全部周りをのけてそこに穴開けてはしごを下ろしてきてくれたんです。でも地元には届かないんです、はしごの高さが。だから結構深いところに飛ばされたんでしょう。でそうこうしてるうちに母がもう足元まで火が来てるから、とにかく上がっておいで。で上がっておいでいたってもうどうにもならないんですけれど、ゆっけちゃんも行けって小さい声ながら絞り出して言ってくれるから、だから私ももう本当にそこが一番辛いんですけれど、はしごのとこまで行ってで一応ぴょんと飛んだら手が届いたから、でそこから一段ずつ上がっていってようやく地上に出たんです。もうそしたらもうねえゆきえちゃんがいるよって言っても母は返事しません。手をしっかり握ってもうとにかく火の中を逃げていったんです。そういう状況なんですね。でもうそれこそねどうにもならないんですね、私の力でどうにもならない。母だって例えば降りてきたって3人死んじゃう。母はそう思ったんでしょうね。だから本当にけいちゃんには申し訳ないんですけれども、私だけそして母が助けてくれてそこ逃げたんですが、もう一度びっくりしたのは皮膚はただれ血は飛び出し目も飛び出しで、私と母は見た目何もないもんだから近づいてこられるんです。水と言ってすごく近づいてこられるんですね。でも母はそんなものにはもう耳を貸さないでとにかくそこを走り逃げました。だからもうなんて言ったらいいんでしょうね、この怖さっていうのはあったものしかわからないと思いますけれども、地獄です。地獄杖と言ったらいいんでしょうか。よく被爆の絵をご覧になりますでしょう。あれに色がついて本当にこの皮膚の垂れた状況というのは、それは7歳の子供には大ショックですよね。だから親がもう見るんじゃないよってしっかり母の後ろに手をこう回してね、手をしっかり持ってなさい。それで逃げていったんですけれども、私もこうして生きさせていただいていますけれども、やっぱりこの話になってくるとですね、あの時死んだ方がよかったかしらと思うこともねあるんです。もう68になりますけどね、やっぱりねむごさというのは本当に大事な今としてはですね、皆さんに伝えていかなくてはいけない話だなと思っています。一瞬に命を奪うのが核兵器ですよ。普通の爆弾以上の殺傷能力があり、かつ
後遺症が残るということ。放射能が人体に与える重さというものをお話ししていきます。核兵器というのは地球を滅ぼします。なんだかんだといえば原子力だとかいろんなもの全部それに匹敵するものですよね。放射能、これが怖いわけです。いろんなものを含んでいますから。だから絶対に使うべきでないと思います。